本当に音質がいいっていうのがフォートナイトの場合は生きている。明瞭なんだけど、もう他のところの音域の圧が強くて聞き取りづらい。こんだけ音数絞ってるんだったらイヤホン選びでもっとシャキシャキ聞こえるイヤホンを選びたいなっていう感じです。めっちゃねいい感じには聞こえる。ただそれが FPS に向いてるかって言われると俺はそうは思わない。はい、まあこんなところのストーリーとかを楽しむのには向くんじゃないかなと思うんだけど、その場にいるかのような感じで聞こえる。まあこういう系のゲームの方が向くんじゃないかなってぶっちゃけ思ってしまう。 FPS にそんなところは人にもよるのかもしれないが、まあ、求めないよね普通に。と言ってもイコライザーとか EQ で最適化とか一切してないので、こんな感じでゲームタイトルごとに最適化して作っていけば、ここを切り替えれば Apex だったらこれ、フォートナイトだったらこれみたいなことができちゃうっていう話。余計な音は抑えてるみたいな。結構ね鋭いシャキシャキした音以外が聞こえない。まあスッキリはしています。本当に銃声とか、ね、だけ際立って聞こえる。余計な例えばグレとか低域の音とかあんま耳を塞がれてる感がなくなります。 KT です。今回はこちらの EPZ-G30 有線イヤホン開封してみようと思います。見てもらって分かる通りめっちゃホログラムっていうのかな、キラ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 輝いている女の子のキャラみたいなの書かれている箱のタイプのイヤホンっていい感じだなと思うんだけど、それを手に取ったことっていうのが一度もなく、はい。でそんな中今回 EPZ 様よりご提供っていう形で初めてこういうタイプのものを手にしたっていう、ちょっと反射で見づらい。はい。なんかこれ書かれてるだけでちょっとねなんかいい感じな気はします。はい。背面見るとここにこんな感じでスペック載っています。気になる方はちょっと一時停止とかして見てみてください。いきなり結論。まず最初にしばらく使ってみた感想をこちらの Amazon のページに書いてある特徴なんかと照らし合わせながら感想として話をしていこうと思います。まず幻想的な光が変化するオーロラデザイン。これはまあここで見てもらっても分かる通りデザインに関してはめちゃくちゃこだわってるなっていう印象ありました。そして音楽愛好家と競技ゲーマー双方に向けたオールインワン有線 IEM としてご提供しますとの記載あります。ここは結構話し方が難しいんだけど EQ をいじればまあどうにでもなるって言い方おかしいかな。それは誰もが分かってることだと思うんだけど、まあでもな FPS やる人でもそれ案外知らない人いるからな。なんか全くイコライザーをいじったことないっていう人の話を結構聞いたことがあって、ゲーム界隈の方の関わりでそういう話聞いたことあってって思うんだけど、そういう人は EQ まずいじってください。別にこのイヤホンに限らずそれでもう全く変わるのでっていう話が俺の中では大前提としてあるんだけど、まず普段イヤホンのレビューをするときは全部一切イコライザーいじらないでフラットで全部話をしています。よく聞くんだったら絶対にいじるべきなんだけど、そうすると軸がなくなってしまうのでっていうところで今回もフラットで聞いてみました。でフラットで聞いた印象で考えると、これはまあゲーミングイヤホンってなってて FPS とか競技向けとかっていう話も多分あると思うので、そこに向くかっていうと俺はゲーム下手くそなのでそういうプロとかの目線は分からないけど、とりあえず下手くそなので耳をとにかく使わない限りは絶対に勝てない。ここには圧倒的な自負があります。95% 負ける。特定のゲームでは耳さえ使えば先打ちができれば勝てるゲームもあるので、なんとか勝つためにイヤホン選びとか耳の使い方とかそういうのを工夫しています。でそういう視点から言った時にこのイヤホンフラットのままで聞いた時は向くゲーム向かないゲームがきっぱり分かれるなって印象を受けました。低域と中域あたりの厚みとかパワフルさが比較的あるイヤホンなので、そこの圧に広域が飲まれてしまって広域はせっかくクリア明瞭にもかかわらずそこが引き立っていないみたいな印象。全体がこうマイルドで上質な感じの音なので輪郭がつかみづらい。良すぎる音が上質すぎる。だからグレとか爆発音とかに足跡が飲み込まれてしまって聞き取りづらいみたいな印象を受けました。これゲーム依存あるけど、その中でフォートナイトだけはめちゃくちゃいいなって感じました。フォートナイトみたいに音の数が多いと環境音だとこの質感がちゃんと表現されているから上質すぎて、それがね逆に要は足音と環境音とかが異質というか、ただ漠然とプレイ開始した時点でめっちゃ分かれて聞こえるなって印象を受けました。でそこに対して今回またそのフラットだけで終わりにしようと思ったんだけど、それじゃあこのイヤホンに関しては意味がないというか、それがどういうことかというとここに書いてあるんだけど EQ 設定本体に保存っていうこういう機能があります。これは、ブラウザとか Android だと APK とかになるのかな。とりあえずブラウザから設定ができます。PC に接続 Type-C でして、でここの EQ の設定をいじって自分でカスタムで何個も保存できるんだけど、でそれを設定した上で他のデバイスでも設定した値が残っててその音で聞けるっていう話です。これが一番の強みになると思うので、だからこれはもうこのイヤホンだから叶う特色っていうところで EQ もいじってみた時の話も最後の方に一応しています。
もうフラットの状態でゲームをプレイした感想で、これはいい悪いとか結構きっぱり言ってるんだけど、全然使い物にならんとかまで言ってたりはするんだけど、その後に実は気づきました。ここの Amazon のページ見るまで俺気づかなくて、なんかこんな機能あるんだって気づいたから、気づかなければそのままダメ出しをして今回の動画終わっていました。だからよかったら最後の方に EQ の話しているので、実際にどんな風に設定できるかとか画面もきちんと映しているので、よかったらそこまで見てみてください。で、そこまでやった上では、それは EQ いじりゃいいに決まってるじゃん。だから良かったんだけど、だからそうは言ってもさ、そもそものイヤホンの性能が低いものだったら EQ いじっても限界ってあると思うの。俺は別に詳しくないよ。そのポテンシャルを持っているから EQ をいじった時にも設定した値に応じて、いい感じに鳴らしてくれる。これが性能の低いものだったらさ、その EQ いじったところで限界もあるだろうし、音が劣化するとかそういうのもあると思うんだけど、何よりも過去の Type-C ケーブルのものって使った時、このゲーミング系ってめちゃくちゃシャリシャリするっていう印象でした。俺はシャリシャリがいいからそっちを好むから、良かったんだけど、でそこに対してこの Type-C ってびっくりするぐらい上質です。なんか俺の中では Type-C イコールシャリシャリになっちゃうのかなって、そういう特性のものなのかなと思ったんだけど、そんなことはないんだなっていうのと、これはこのイヤホンの本当に性能の高さっていうところなのか、4万ぐらいする DAC サウンドブラスター X5 を使っているんだけど、普段そっちでも試したんだけど、それは音の違いはあるだろうけど、なんかね、負けないぐらいの音で、厚みがあって、パワフルさもあって、めちゃくちゃ上質に聞こえました。音の鳴り方はマイルドめだったから、俺はその好みじゃないんだけど、一級使わない状態で考えた時に。価格が1万超えてるからってのあると思うけど、これで Type-C で直接挿して DAC とかさ、その4万の DAC とかをかましていないにもかかわらず、俺の状態で言ったらね。で、この音で聞こえるんだっていうのはぶっちゃけびっくりしました。そうだから繰り返しになるけど、そういう風によく聞こえるがために逆に FPS には向かないっていう側面もあるなっていう話をしたりしています。音楽とかでさ、気持ちよく聞く、心地よく聞くとかそういうのにはいいんだけど、細かいね、ちょっとしたカサカサとかっていう音とかがね、聞こえないイヤホンってのは結構あります。この後、開封から音楽を聴いてゲームを試して、そこでダメ出しをさっき言ったみたいに結構しています。で、その上で EQ 試した結果最後っていう話になっているので、こういうふうに総合的に考えると EQ が本体に保存できるというところを考えると本当にそこが強みだと思うので、別のデバイスに持ってっても同じ音を設定した音の感じで聞けるっていうのがもうめちゃくちゃいいんじゃないかなと思うので、特にデバイス変える人とか、そこを加味して価格に全然見合うイヤホンだなっていうのは最終的に感じたので、はい。ということで、ここから開封からファーストインプレッションって感じで動画、リアルに感じたことをそのまま率直に話しているので、はい。よかったらこの後、過去に戻る形でじっくり見てみてください。ゲーミングイヤホンということなので、最近ちょっとゲーム自体はあまりできていないんだけど、せっかくなので何タイトルかちょっと FPS 試してみようと思います。はい。開けてみると、ここにも1枚、キャラクター、イラストが描かれている紙みたいなのが入っています。はい。で、どかすとこんな感じで、本体のケースも入ってるみたいです。そして、キラ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 と輝く、なんかこんな感じの虫いるよね。なんて言うんだ？わからんけど。色のつかみどころがないかな。そんなことないかな。この角度にすると緑になるし、正面だと黄色っぽく見えるし、それこそ外観、パッケージの箱のホログラム感というか、その感じってことになるでしょうか。めっちゃキラキラ輝いている。このケース、ポーチ取り出すと、肉眼で見ると実際には真っ白な印象です。そしてここのチャックの部分はピンクゴールド、ブラウン、ピンクゴールド、メタリックなブラウンとかピンクゴールドっぽい感じの印象。ここにもなんか入ってるかな？文字は入ってないか。はい、なんかパッと見質感のはなんか高いような印象は受けます。はい、これを開けてみると、この中にイヤピとかかね。ケーブルがちょっと太めかな。はい、こんな感じ。なんか綺麗だね。女性が好みそうな色合いの感じがする。ブルー系のシルバーみたいな印象です。と、あとは、イヤピもあれなんだ。水色系統なんだね。この軸の部分が水色になっている。Type-C と A の変換があるけど、Type-C モデルってことになるのかな？マイクもついてる。ちょっと、あれか、ゲーミングだからマイクついてるのと、なんか、Type-C モデルなんだ。ちょっと把握してなかった。はい。で、あとは、ここにも女の子見えてるけど、ちょっと本体を取り出してみよう。めっちゃ綺麗。はい、こんな感じです。表面はさっき見てもらったみたいにホログラム的な感じになっている。めっちゃ輝いている。つかみどころのない感じ。そして特徴的なのが、このサイド、左右で色が違います。こっちはピンクかパープルみたいな印象。はい。で、こっちはもう見たまんまブルー。で、横に、G30 っていうこの製品名、そして右と左書かれている。こっちが右なんだ。はい。こっちが向き的にも正解。ちょっと一周回してみます。こんな感じで、どこから見てもスケルトンな感じ。
めちゃくちゃ綺麗だね。まああれかな、デザイン性っていうところはまた別の話になってくるから、個人的にはこれが好きかって言われるとちょっとね、ここは言ってもあれなんだけど、ロゴの感じがこんな主張強くなくていいんじゃないかなと思っちゃうけど、このホログラムとかこの左右で色が違うとかっていうと、そういうところは結構好きというか普通に綺麗だなと思うんだけど、結構女性も結構好んで使えそうかなっていう感じです。はい。で、ノズルに関してはこんな感じ。ここを見て、見た目でどうこうってことがあるのかわからんけど。はい。何かの参考になれば。これ説明書ってことね、結構なんかちゃんとしてるね。こんな感じになっています。ここにもキャラクターが書かれている。ここを開けると、説明書。あ、日本語も書いてあるね。返品交換ポリシー。イヤーフック型なので、イヤホンあんま使ったことないでこだわりがない人だとイヤーフック型ってものを目にしたことない人もいるかもしれないし、耳の上にかける感じで使うものになります。これだときっちり固定されるので、個人的にはもうこのタイプじゃないと使うの厳しいなっていう。そして保管方法とかも書かれてる。周波数音曲線、ひらがなで書いてくれてある。はい、イヤーピースは本体についていないので、この3サイズ S、M、L っていう感じになるかと思います。パッと見の印象としては、ちっちゃくはなさそう、大きめのような印象あります。毎回触れてるけど、体でかいので183センチ、合体もいいんだけど、その状態で考えると、それでもね、耳だけちっちゃい人ってのもいるかもしれないけど、ちょっと参考にしてもらって、大体のイヤーピー L サイズ、最もでかい3サイズあって L サイズとかをつけても、ちょっと若干物足りないかなっていう、奥まで押し込めばちゃんと密閉は取れるんだけど、みたいな感じの中、若干大きめのような気がします。はい、じゃあ実際に、ちょっとここのケーブル繋いだりしてみようと思います。まずこれを剥がして、いやなんかあれだね、普通にちょっとね、俺が身につけるには向かないなっていうこのカラーリング的にではあるんだけど、そっか、マイク接続するからこういう感じの形状になっています。はい、マイクの音質に関しても、ゲーミングってとこで一応試そうとは思うので、現在 EPZ-G30 のマイクで音声を収録しています。これ系のマイクのメリットっていうのは、顔の向きに関係なく常に同じ位置にマイクの位置がキープされるっていうところが最大のメリットになります。逆に言えばいろんな音を拾ってしまうので、例えばなんか食べ物を食べたり飲み物飲んだりピチャピチャなるような音とかも入ってしまうっていうのはデメリットではあるけど、一般的にゲーム実況とかするときにダイナミックマイクとか使うと、ダイナミックマイクってちょっとでも離れたり顔の位置がそれると急に音がちっちゃくなってしまいます。だからなんか例えばゲーム実況とかでうわってやられて体をのけぞってゲーミングチェアにこう背中をくっつけてみたいなことってあると思うんだけど、そうすると声がもう遠くなっちゃいます。割れちゃうよりはいいかもしれないけど、一方で今つけてるみたいなやつって当たり前だけど、体をのけぞらせようがどんな位置に行こうがもう常に口元に合ってくれるので、一定の距離にあるからずっと安定したボリュームで声を届けられるっていうのがメリットになるので、このあたりが音質はどうしてもダイナミックマイクとかと比べると劣ってしまうとは思うんだけど、メリットデメリットあるので、このあたりを加味した上でどんな感じに聞こえるか判断してもらえたらと思います。はい、ケーブルはあれちょっと長めかな、そんなことないかな、ちょっと長めのような印象もあります。イヤホンをつけてみよう。ケーブル、ちなみに LR の表記に関してはこんな感じで、若干白とこのブルーだから見づらさはあるにはあるけど、割と大きくは入れてくれてあります。はい、こんな感じ。とりあえず R 側、はい、このケーブル交換、リケーブル可能なタイプってのを知らない人もいるかもしれないので、このケーブルを変えることによってそこで音質が変わるっていう、ここは変わる変わんないっていう人もいれば、人それぞれ感想っていうところは変わってはくるとは思うけど、とりあえずケーブル交換が可能なタイプなので、こんな感じでここに挿します。とりあえずこれで入りました。こんな感じで挿してケーブル変えて音の違いとか、あとはさっき言ったみたいなこのケーブルとのさバランス、見た目、デザイン的なところで気に入ったいろんなものに変えるとか、そういう楽しみ方もあります。はい、挿しました。そしてイヤーピースをつけるわけだけど、はい、装着イメージとしてこれにちょっとつけてみようと思います。右耳、イヤーピーつけるとちょっと入んなくなってしまうので、はい、こんな感じになります。この耳の方は結構ちっちゃいので、女性の耳つったって女性つったってそのサイズは人によって違うだろうけどさ、こんな感じで結構ちっちゃい耳でも収まりはいい感じかもしれないです。出っ張ることなくピタッと収まっている。はい、どうでしょうか。このあたり見た目の参考にしてもらえたら
まあやっぱこのブルー、シルバーブルーみたいなメタリックブルーみたいなのが特徴的なので、まあ逆にこの色は選ばない。さっき言ったみたいにさ、俺は自分でこれをつけて歩くかっていうと、まあちょっと抵抗はあります、ぶっちゃけ。まあアクセサリー感覚っていうのも含めて見た目の参考にしてもらえたらと思います。イヤピはもう間違いなく L じゃないとダメだと思うので L サイズつけます。これもイヤピつけやすい。あ、めっちゃつけやすい。つけづらいものは、もうこれ毎回言ってるけど、10分経ってもつけられないみたいなことがあったり、諦めて翌日に持ち越すこととかもあったりするので、これめちゃくちゃやりやすいね。はい、これはありがたい。まあこれがあれだよね。まあゲーミングだからあっていいと思うけど、これがね、割とね、やっぱ普段、日常使いで邪魔になっちゃうから、こういうマイクがついてるものってどうしても避けがちになってしまうんだけど、普段使いを。まあここ外せば、まあね、スッキリはするけど、じゃあこれをどこに置いておくんだって話になるじゃん。これこの中に入るか。あ、入るか。あ、じゃあいいかもね。じゃあ助かるかも。そう、ポーチとかもなしでさ。ってなるとなかなか悩ましい部分でもあるので。ここはこんな感じで、ここも2ピンになっていて、普通に刺すだけなので、視力的な問題で、はい、入りました。はい、じゃあこれで実際に音の方、とりあえず、スマホ、iPhone で音聞いてみようと思います。ちなみにこっから話すことって、しょっぱなまず使った時って、耳が馴染むまでよくわからないことがあるので、その意味合いで分かる人には分かるってとこで伝えるだけなんだけど、しばらくディオニックつけていました。これは、ケーブルは、リックケーブルしたやつで、なんかある程度そんな数千円とかの値段はするやつなんだけど、KB イヤーのやつかな。まあ見た目的に、これとの相性とか抜きとして、このケーブル自体の色がいい感じだなと思って買ったんだけど、そこで使ってます。このケーブル使うとちょっとシャープめになるような印象があったので、もともとデュオニックもシャープだし、中域が強いっていう風に俺は感じてるんだけど、中域の解像感が高いみたいに俺は思ってるんだけど、要はこれに慣れてた状態からこれを聞いた時っていろいろとね、前のものに引っ張られる傾向があるので、まあだからどう作用するかっていうのは俺には言葉には言語化できないんだけど、まあ一応映しておきました。はい、じゃあこれつけてみます。あ、完全密閉って感じです。つけた時点でもう外の音が完全シャットアウトされている印象。PC のファンもすごい轟音ではないけどそれなりになったんだけど完全に聞こえないなって感じです。今回そっか USB ダックはいらないわけだね。普通にもう USB Type-C なので。はい、じゃあちょっとここにつなぎます。でまず最初だいたいもうパターンとして自分のポッドキャスト音声配信をしているのでそれを聞く形にしています。まあなんでかっていうと、まあ音声編集とか今見てもらってる動画とかもそうなんだけど、自分の声っていうのが多分最も多く聞いている音だと思うので、しょっちゅうそういう作業をしているので、はいというところでちょっとこれ Apple Podcast とか Spotify とかいろんなところで配信してるんだけど、一応 YouTube もあります。18人しかいないんだけど、そう SNS とか AI 関連とかそこに最近はガジェットの話を結構加えちゃってる感じなんだけどあるので、ここでちょっと確認しようと思います。とりあえず最新のやつでガジェット最新回、これあれだ、音質悪いやつだ。収録に使うもの依存もあるのでちょっとちゃんとしたマイクで撮ったものにしよう。はい、ちょっと聞いてみました。もう一つぐらい別のものも。今ちらっと聞いた感じだと多分輪郭結構くっきりしてると思います。はい、ちょっとここはこれだけで判断できないのでこの後音楽とかも聞いていきます。で今回はまあゲーミングってことなのでゲームをちゃんと試すつもりなんだけど、本当にざっくりいつもやってる流れで今見てもらったガジェット本音レビューチャンネルのトップの下の方にイヤホン視聴用としてこんな感じで曲リスト作ってあります。視聴に適している曲とかそういうことではなく単純に好きなものとかっていう意味合いで入れてあるだけなんだけど、はい、ちょっとまあいつもの流れでA2O 名パパラッチアライブ K-POP、 はいもう本当にファーストインプレッションになるけど全音域が割と結構くっきり聞こえる感じの印象を受けました。そして弾力があって、そうだな、中域とかっていうのが結構解像感高く聞こえているような印象あります。そのさっきディオニックって話を触れたけど、これも毎回言うけど今ディオニック直前まで使ってたという話はしていたけど、今さまさしく接続して聞いているこのイヤホンに関してはレビューって頭であくまで聞いてるじゃん。それと無意識レベルで聞いてるものってやっぱり捉え方が違うというか同じ軸で判断していないので、なんか何も正確な要素ってのは一切ないんだけど、今聞いた感じだとディオニックとかそれに近いような印象を受けました。こっからいろいろ試していく中でやっぱ違うとかってそういう話になる可能性もあるんだけど、いつも聞いてくれてる方だと分かると思うんだけど、なんか例えば直前にディオニックを聞いていたとしてそれと違う系統の例えば広域が極端に強いみたいなイヤホンになった時最初よく分かんないことっていうのがあります。広域が際立つかどうかっていうのは目立ちやすいから
まあ分かんないことはないと思うんだけど、その直前に使っていたイヤホンで無意識レベルでピントを合わせていた音域っていうものが多分存在すると思うんだけど、俺はそういう表現をしているんだけど、そこに対して新しいイヤホン使った時に特色が違いすぎると、どこにピントを合わせていいのか最初分からなくて、その無意識で聞いた時で、このイヤホンはここにポイントがあるんだってところに意識をしてピントを合わせたフォーカスを合わせると、耳のフォーカスを合わせると、そこでその特性良さが分かってくるっていうケースがあったりするので、そういう意味合いで無意識で聞いた時にはディオニックに近いような印象を受けました。本当に比較してぴったりかどうかは全く分からない。はい。続いて米津玄師アイリスアウト。はい、ちらっと聞いてみた感じ、いい感じです。もうその声の感じがめちゃくちゃね、ビリ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 座ってくるような感じ、タイトな感じで、その男性ボーカルってところにもマッチする印象を受けました。続いてダンダダン主題歌アイナジエンド革命道中。はい、今ちらっと聞いた感じだとなんかね、結構弾む弾力ある感じでやっぱり音聞こえる印象があります。これも曲の音作りとか楽器とかそういうところの差だと思うんだけど、俺はそういうところ全然知識がないので、その曲に関しても楽器とかに関しても知識がないからこういう表現しかできないんだけど、なんかね、後ろになってる音っていうのが結構本当に弾むような感じで弾力ある感じでめちゃくちゃ耳に飛び込んでくるっていう印象を受けます。あとはちょっと今ね、普段古くから見てくれてる方は分かると思うけど、普段取り上げない曲だったんだけど、ちょっとここからいつも聴いているような曲、K-POP 系のものにちょっと戻そうと思います。そっちの方が個人的な判断としては分かりやすい気がするので。イエジエアー。漠然とした印象だけど、マイルドさも感じつつ、結構解像感高く明瞭に聞こえてくるみたいな。まあ曲依存ってとこが大きいか。マイルドに包み込まれるような部分もありつつも明瞭に聞こえてくる。特にボーカルとかっていうのは明瞭に聞こえてきます。続いて、ミャオバーニングアップ。はい、やっぱりね、タイトな感じとビリ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 解像感高く伝わってくるっていうところがめちゃくちゃ印象に強いような印象を受けます。ちょっとじゃあマイルドめの曲としてホール感感じられるみたいに詰めてるカイリー・ミノーグ&デュアリパ・リアルグルーブ。はい、聞いてみました。まあさっき言ったみたいにホール感というか空間を感じるような曲なんだけど、なんかね、あんまりそこは感じられなかった。とりあえず全体的に言えるのはボーカルがものすごい前面に人の声が近くから聞こえてるっていう印象を受けました。そこに関しては男性ボーカル女性ボーカル問わずそんな感じで聞こえて、とにかく明瞭に聞こえてるっていう印象と、やっぱりビリ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 その解像感高くっていうところに注意あたりでしょうか。そんな印象を今強く受けました。はい、ちょっと PC がつなぐのにタイプ A のケーブルかと思ったけど、これがありがたい。マジでね、これつけてくれるのはね、神すぎるわ。これ逆につけてないとなんでつけないのって話だよね。はい。もうここからタイプ C に対してタイプ A に変換できるので、今ケーブルを探したんだけど、そんなことしなくてもこれで PC 接続できました。聞くのにあたって DAC は通せなくなるってことになるもんね。そうなると、ちょっとあれだな、評価の仕方が難しいというか、いつも PC で音を聞くときとかゲームをやるときっていうのは、そのサウンドブラスター X5 っていうのを通してるんだけど、さっきそういう風に言っちゃったけど、それはタイプ C だからそれ通せないわ。通せないので PC に直差しでっていうところになるので、それだけ考えると、そのさ、サウンドブラスター X5 っていうのがそれなりの効果があるので、そっちの方がいいんじゃないかなと思っちゃうけど、ただどうなるのかっていう話だね。タルコフ系脱出シューターのアリーナブレイカーとちょっと今起動しました。一応音がめちゃくちゃ重要なゲームなので、なんか反射神経とか技術とか以前に先に気づいたもの勝ち的な要素が強いので、ワンパンもあったりとか、OEM があんまりいらない。ちょっと語弊はあるかもしれないけど、例えば Apex、Fortnite とかみたいなこと考えると、もう先に打ったもんが圧倒的に強い。タルコフ的な感じと思ってもらえたら。なので、まあ下手くそでも音さえ先に気づければ勝てる要素がある。じゃあめっちゃ下手くそなので。でもこの前試した時ちょっと分かりづらいかなと思ったんだけど、もっと聞き取りやすいイヤホンは安いものでいっぱいあるよなってぶっちゃけ思ったんだけど、今遠くで鳴ってた音聞いた限り悪くなさそうな印象も受けました。あとはちょっと懸念事項が、しばらくプレイしながら話はするけど、中域とかが結構パワフルで厚みがあって余計な音が聞こえないようにチューニングされてるんだかなんだかわからんけど、そういうタイプのイヤホンが割とあって、中域が強いものだとそういう印象結構受けるんだけど、それどうなるかっていうと、そうね、細かい音が聞こえないんだよね。上質に聞こえて、例えば音楽とかでさ、気持ちよく聞く、心地よく聞くとかそういうのにはいいんだけど、こういう FPS とかの細かいね、ちょっとしたカサカサとかっていう音とかがね、聞こえないイヤホンってのは結構あります。このイヤホン1万
以上するから、そのレベルのものでは俺はそういうの試したこと自体がまずないので、基本的に安いものだからっていうのはあるんだけど、ちょっとあれはもう俺スカブだから撃つ必要はないんだけど、ちょっと撃っちゃいます。いたかな。あれか。どうだろう。一応まあゲーム的なところも説明すると、タルコフ系わかる人ならわかると思うけど、例えばアークレーダースとかみたいなカジュアルなものではないので、このゲームもカジュアル版タルコフとは言われてるんだけど、タルコフに比べればまあカジュアルなんだけど、それでも一応弾とか撃ち放題ではないので、勝手にマガジンリロードすればいいみたいな、そこら辺の普通のゲームとは違うので、弾込めも必要です。マガジンにまず弾を込めないといけないとかがあって、そういうところがシビアなんだけど、だからその音も注意しつつ、逆に相手の弾を込める音とかにも気を配りながら、だからイヤホンがめちゃくちゃ重要っていう話になります。だからその倒しまくるとか俺強え的なゲームとはちょっと違うので、まあそういう遊び方をする人もいるだろうけど、下手くそでもコソコソしてれば離脱自体はできるじゃん。音の勝負なので、先に気づくことができれば、先打ちできれば、まあワンパンで倒せる可能性もあるので。あら遠くだな。あれ倒れてるぞ。さっきのスカブとは違うか。あれ人？あれなんかよく見えないな。人っぽくも見える。あ！やっぱそうだ。プレイヤーじゃん。おいおいおい、声出すなよ。やった。NPC か。もう弾もないじゃん。やべやべ、もうダメだ。歩けない。で、特にその中域とか、低域もさっき低域の話しなかったかもしれないけど、低域も圧がめちゃくちゃ強いわけじゃないけど割とあるので、なんかそのせいで特にこのね、心臓の鼓動とかの時にはめっちゃ聞き取りづらい。これはまあイコライザー俺何も今使わずにあえてフラットでやってるので、イヤホン試すように。EQ 使えばまあ、改善はいろいろできるとは思うけど。これはもうやられるけど、しょうがない。もう死んじゃうだろうから。まあ、今やってみた限り、音に難があるってことはもちろんないです。まあ、価格も高いしね。音が、めっちゃね、いい感じには聞こえる。ただ、それが FPS に向いてるかって言われると、俺はそうは思わないっていう感じです。ちょっと今の一回じゃわかんないけど、ちょっと参考として一応記録しました。さあ、フォートナイトに関しては、まあ、個人的な印象として、なんか音が全体的に、なんていうのかな、臨場感がすごすぎて、ちょっと音が聞きづらい時があるかなっていう印象はあります。だからその感じからして、このイヤホンみたいに低域と中域とかが厚みが結構あるような感じのものだと結構聞き取りづらいんじゃないかなと思うんだけど、その思ってた印象から考えるとなんかね、そんなこともないのかなって今思ってます。なんかあれかな、もうこれも本当にゲーム依存の帯域の差か、それともエーペックスがそのなんかいい感じに聞こえなかったっていうところの後だからかわかんないけど、なんかね、明瞭に聞こえる気がする。なんか普段だと、その、環境音とかの強さにかき消されて、結構足音とかそういうのが聞き取りづらいなっていう、全体的になんか響いてる感。一応、数自体は割と数使っていろいろ試したり、レビューの動画とかも上げたりはしているので、耳での聞こえ方っていうところになります。上手い下手とかっていうところで言うと、下手くそだから、そこはちょっと除外してもらわないと、参考にもならないと思うんだけど、なんかそう考えた時に、大体フォートナイトをやった時って、やっぱなんかこもって感じるな、みたいな話をよくしているんだけど、それがね、明確に聞こえます。足音とか。これ使いやすいかもな。あとは逆に、だからフォートナイトの場合よく言ってるのが、もともと俺が好む、アリーナブレイクアウトとか言っているような、すべての音域の音が音質が悪くてもいいから全部明瞭に聞こえてほしいっていう言い方をよくしています。全部聞こえる中から足音を自分で判断して聞き分けて、みたいな。そこに対してこのフォートナイトの場合って、そういう聞こえ方だとめっちゃ困るんだよね。なんでかっていうと、音の数が多いっていう言い方がいいのかな。なんかさ、水の音とかさ、風の音とかさ、いろんな環境音っていう話ね。で、そうなった時に、さっき言ったみたいな、もともとその FPS で俺がアリーナブレイクアウトとかで好むような全音域がはっきり聞こえるみたいなタイプだと、要は全音域がシャキシャキ明瞭に聞こえてるとさ、そもそもこもって聞こえてくれていいような音まではっきり聞こえちゃうわけ、そういうイヤホンだと。そう、だから、フォートナイトみたいに音の数が多いと、いろんな音が鳴ってるものが全て同じような質感で聞こえちゃうから、
結構難しいなっていう話をしたこともあります。要はのっぺり、もう全部同じとこから同じ音質で聞こえてるみたいな。一方で逆に低域とか中域が強かったりとかマイルドなものだと逆に足音が聞こえなくて全部混同しちゃって微妙みたいな話もあるんだけど、このイヤホンはね、価格ってところがまさしく現れてるのか、そのね、環境音だとかそういうところの質感がちゃんと表現されているから質感が高い。さっき言ったように上質すぎてアリーナブレイクアウトとかでは逆に役に立たんみたいな話、役に立たんまで言ってないかもしれない、そういう言い方をしたと思うけど、それがね、逆にフォートナイトゲーム依存で考えるとこっちではめちゃくちゃね、いい感じに判別しやすくなってるって印象です。要は足音と環境音とかが異質というかちゃんと聞き分けが何も気にすることなく、ただ漠然とプレイ開始した時点でめっちゃ分かれて聞こえるなって印象を受けました。だからイヤホン依存めちゃくちゃやっぱでかいだろうね、これ。同じに聞こえるイヤホンってのも結構俺、レビューとかで試した時に思ったことあるので、やっぱり本当に音質がいいっていうのが、フォートナイトの場合は生きてるっていう言い方になるのかもしれないです。これはね、フォートナイトに関して言うとめっちゃ聞きやすい。この久しぶりだからさ、そらさ、これも感覚なんて覚えてないんだけど、細かい感覚は。さっき口にしたようなことのところの印象で、いつもプレイして、いつもそういうこと言ってんなってところの話をしただけなんだけど、ただ大体フォートナイトは何か思うことが結構多いの。に対して、これはね、めちゃくちゃすんなり耳に入ってくる、馴染む。普通に聞きやすいなと思う。何をごちゃごちゃ言うことなく。なんか逆に、特別な印象何かダメとか聞き取りづらいとかそういうことを言わなかったにしてもなんかよくわからんなっていうことを言うことも多いわけ。それがさっきから繰り返し言ってる本当にね、音の数が多いから環境音と足音が混ざってんだか混ざってないんだかよくわかんないとか、イヤホンによったあれだね、そもそも判別がつきづらいイヤホンとかだとそういう感想になってるんだろうけど、対してめっちゃ聞こえる。何の音？リングの音か。なんかね、あれかも。俺フォートナイトってさ、そもそもFPS、TPS として楽しむって要素もあるんだけど、なんかね、ワクワク感を楽しむゲームだって個人的に思っていて。なんかさ、1ヶ月とか2ヶ月に1回とかしかやらないんだけど、にもかかわらずたまに来るとさ、なんかいろんなイベントやっててめっちゃワクワクするじゃん。そこがさっきから言ってる音の感じにも絡んでると思っていて、なんか謎の音聞こえてんなと思うと新しいアイテムとか演出だったりとか、そんな要素もあるからそういう意味でも楽しめるかも。あとね、やっぱりね、リングの音なんだ。めっちゃなんか変な音が迫ってきてんなって感じたんだけど、なんか臨場感を感じる感じでやっぱり。そしたら、リングなんだってなって、なんかね、音をめっちゃ楽しめるかも。このイヤホンとの組み合わせだと。なんかテストでちょっとやろうかなぐらいの頭でしかなかったんだけど、そのレビュー用にさ。けど普通にね、この音で聞こえるんだったらいいなって思って、ちょっと普通に楽しみたくなってきました。だから多分やっぱりイヤホンの傾向としては、その FPS どうこうっていう歌い方はしてるけど、もちろん好みはあると思うよ。あるとは思うけど、俺が思うのはどっちかって言ったらストーリーとかに没入するタイプ。アクションゲームとかだっていいとは思うんだけど、音とストーリーに没入するような、例えば RPG とか、もう典型的な RPG とか、アクション RPG とか、ストーリー絡んで、この映像として楽しむような要素もあるようなものの方がいいような気がする。もしくは、もうその世界に自分が入り込んで楽しむようなゲームとか、本当に臨場感、没入感を楽しむのに、それこそ向いてるんじゃないかなと思います。わかる人にはわかると思うんだけど、俺自身の方向性としては VR3000 は好まない。聞こえなくていい余計な音まで聞こえてくれる中から取捨選択して戦いたいわけよ。だからそれと真逆です、やっぱりこのイヤホンは。どっちかっていうと、だから、大きなくくり言うと VR3000 方面になるのかも。ちょっと比べてないから明確にどうこうは言えないけど、今 APEX 起動していました。ちょっと APEX 系とかめっちゃ本気で下手くそなのであれなんだけど、足音とかそこら辺の判断に何かの参考になればというところで。なんかね、そもそもやっぱり他の話の中でも触れたかもしれないけど、懸念事項的に中域低域が強すぎて、広域が別にちゃんと鳴っていないとか明瞭じゃないってことはないんだけど、明瞭なんだけど、もう他のところの音域の圧が強くて、強すぎるというか強くて聞き取りづらい。だからこれはもう EQ とかでいじるのが大前提になるんじゃないかなと思います。ちなみに Type-C のケーブルを直接 PC に挿してやってます。なんかね、とりあえずね、足音らへんの帯域が全く聞こえなそうだなっていう印象がすごい。めっちゃこもって感じる。全体がこうマイルドで上質な感じの音なので、トゲトゲしてないから輪郭がつかみづらい。
良すぎる、音が上質すぎるから俺は向かないと思います。聞き取れるか聞き取れないかとか判別の話で、定位とかの話ではないです。耳が慣れてなかったっていうところかもしれない。最初聞き取りづらいって言ったのは。だからそもそも普段使ってるイヤホン依存、俺みたいに広域がめっちゃ強いタイプの全部の音がはっきり聞こえるような感じのもの使ってる人だと最初こもって聞こえるし、好み的には合わないんじゃないかなとは思います。耳が慣れてきたら問題ないかもしれないです。なんかただパッと聞いた時にめっちゃ音聞こえんなみたいな印象のイヤホンではない気がします。慣れちゃえばもしかしたら聞き分けができるようになればいいのかもしれないけど、やっぱり冒頭とかでも言ったみたいに音がいい感じだから、そもそも音質自体が。だからそれが疎外感に感じる気は個人的にはしてならないです。あと本当に EQ で余計な音、低域周期とかをちょっと下げるとか、圧が強い部分を下げることで足音聞きやすくなるとか、そういうのはあると思うので、いつももうフラットで試すのを前提としているので、一応そういうところとなります。あとはでもやっぱり音質に関してはタイプ C 直差しでダックもなくこの感じで聞こえるのはやっぱすごいなとは思うので、普段やんないのであれなんだけど、何かの参考になれば。最新のゲームもちょっと試してみようと思います。感度調整もできてないのであれなんだけど、半ゲームで昔あったサドンアタックってわかる人いるでしょうか？サドンアタックがなんと復活をしたんだよね。わかる人にはわかる。めっちゃ歓喜な感じだと思うんだけど、当時めっちゃやってたけど、あんまぶっちゃけ覚えてなくて、細かいこと。いきなりやられた。あれなんだ。バロ的な感じだっけ？ワンパン的な感じ？爆弾を仕掛けてどうこうみたいなやつだと思うんだけど。これはワンパン系だと足音めっちゃ重要だね、そうなると。とりあえず全体の音数がめっちゃ少ないので、音の種類が少ないから、さっきフォートナイトでさ、音数が多いからどうこうとか言ったけど、なんか臨場感どうこうって感じはそもそもゲーム的にないです。で、プラス、何のイヤホン使っても基本的に音が聞きやすいんじゃないかなっていう印象は、さっき言ったところも含めてあります。あとはどれだけ音が明瞭に聞こえるか勝負ってとこになると思うけど、だからイヤホン選びでもっとシャキシャキ聞こえるイヤホンを選びたいなっていう感じです。このイヤホンを使ってやろうとは思わない。多分イヤホン変えたら全然聞こえ方違うと思うので、特にワンパンが普通にありそうな、ワンパンかわかんないけど、あんま OEM 必要ないゲームっぽいので、そうなると先に当てたもん勝ちってなると音重要だから、よっしゃーん。アリブレやった後とかだとリロードしていいかなって悩んじゃう。ナイスー。いるかな。ちょっとやっぱサドンアタック楽しいかもな。ちょっとやってみた感じ、ちょっとゲームが面白いみたいな話になっちゃったけど、あれかな、どっちかっていうと、何も問題はないんだけど、特に散々言ってる通り音数が少ないから、なんかイヤホンの音が上質に聞こえる聞こえないもそもそも関係ないし、フォートナイト的な環境音と足音の区別がどうこうとかもあんま関係ない気がするから、このゲームサドンアタックやるんだったらもっとシャキシャキ聞こえるものの方がいいんじゃないかなと、も鋭いものの方がいいかなっていう印象は受けました。って言っても初回プレイなので、そこはちょっと分かってください。耳も何も慣れてるも何もないので、このゲームに対して。没入感の高いゲームの方がいいんじゃないかなみたいな絡みで、バイオハザード3の、リメイクみたいなやつ、RE3 みたいなやつにしてみました。画質が微妙なのは、クラウドプレイでやっているので、PC にインストールせずにやってるから画質とか悪いと思ってください。細かいこと言うと音質とかも、インストールしてるのとは違うとかあるとは思うんだけど、こんなところのストーリーとかを楽しむのには向くんじゃないかなと思うんだけど、本当にね、音がいい感じっていうのがあるから。危なーい。全然死なんじゃん。めっちゃ硬。何こいつら。弾がない。レオンじゃん。違った。全然違う人だった。いいや、ちょっとこのぐらいにしておこう。これ系は向くとは思います、普通に。話題のフォルツァホライゾン6、日本の街並みが登場っていうところで、結構話題を呼んでいるゲームになります。いや、もうこれもゲームが楽しいわ。ていうかさ、これさ、フォルツァホライゾン6さ、クラウドに相当最適化されてんで、めっちゃ映像綺麗なんだけど、クラウドにもかかわらず。音に関しては、これもクラウドだからってのがあるから、なんとも判別つかないけど、普通にいい感じには聞こえます。やっぱこれ系の方が向くんじゃないかな。普通にね、このヘリの音だとか、歓声とか、ものすごいなんかその場にいるかのような感じで聞こえる。やっぱ音を再現してくれる系のイヤホンだなって印象は、散々話してたところ聞いてもらってわかるとは思うんだけど、こういう系のゲームの方が向くんじゃないかなってぶっちゃけ思ってしまう。
FPS にそんなところは人にもよるのかもしれないけど、求めないよね、普通に。ストーリー重視のさ、アクションゲーム的な FPS、例えばバイオとか、もっと打ちまくるような、ちょっとマニアックかもしれないけど、ギアーズ・オブ・ウォーとかさ、あと例えが浮かばないけど、そういう系だったらいいとは思うんだけど、なんかね、本当に足音を的確に聞きたいとか、そういうのにめっちゃ向くとは思えないです。と言っても繰り返しになるけど、イコライザーとか EQ で最適化とか一切してないので、EQ を使って最適化するんだったら、そもそもさ、イヤホン自体の持つポテンシャルってものが高いものの方が、当然いいと思うので、不要なところを、下げてカットして、必要なところだけ求めるっていうのには、そもそも安いイヤホンで、ね、性能自体が低かったらそれをやっても微妙ってこともあると思うから、あくまでフラットで試した感じってところで捉えてもらったらと思います。はい、ちょっとこんな感じでレースゲームをちょっと試していました。これ系やっぱ向くと思います。迫力とかを得たいとか、何86出てきた。ちょっとやろう。ちょっと音の話をしたいところだけど、映像とかの綺麗さに、これさ、映像さ、これ綺麗でさ、ちゃんとインストール版でさ、音をもっと向上したらさ、結構やばそう。マジでそういうのには結構ね、このイヤホン向くんじゃないかなと思います。絶対楽しいわ。よし、ちょっとね、これね、音の感じもやっぱ相まって、このイヤホンの効果ってのは当然あると思うけど、めっちゃこのゲームっていうのもあると思うけど、なんかね、普通にプレイ続けたいなっていう感じを音も含めて感じました。はい、アリーナブレイクアウト、またやってみようと思います。今、タイプ C じゃなくて、別のケーブル接続した上で、いつもの DAC、4万ぐらいするサウンドブラスター X5 に変えてみました。ちょっと別のゲームをいろいろやっちゃったから、厳密にタイプシートの比較ってのは全くできないんだけど、ちょっと待って、静かにしたい。ここのマップね、いろいろと判別にいいんだよな。壁が多くて、人を密集する場所なので、なんかね、音の方向がわかんないイヤホンは本当にわかんないかったりするので、逆にめっちゃ音は聞こえるけど、距離感がわかんないとかさ、壁越しの判別がつかないとか、ちょっとこのイヤホンあれだな。音自体はめっちゃクリアに聞こえてるんだけど、グレの音とか結構輪郭はっきり聞こえる。なんかこのイヤホンの印象をしばらく使った印象だと、低域とかさ、中域がパワフルだから、聞き取りづらいみたいな話もした瞬間あると思うけど、やっぱゲームの音作りゾーンかな。上の音だ。慣れたらわかるかな。その角にいそうな、びっくりした。ごめんなさい。ごめん。この回復の音とかでも索敵をされるので、あとはこのゲーム、これ系やったことない人向けに言うとヘッドセットとかがゲーム内に存在するので、これで音の聞こえ方がそもそも変わったりするから、そういう意味でも、もろもろ、リアルとゲーム内と二重の意味で、音にシビアになるべきゲーム。なんかね、印象としては、タイプ C だろうが、こっちだろうが、とりあえずなんだろうな、イヤピ自体が大きいみたいな話、開封の時したっけ？言ってないっけ？なんかね、密閉感が結構得られてるので、外の音が完全シャットアウトされてるっていう印象が結構強くて、だからそのあたりからして、なんていうのかな、この音が抜ける感じがない、一切。ないのが、結構これ系、特にこれ系のゲームだとマイナスに働くような印象を受けていて、例えば KZ 系とかの富士壺って呼ばれてるイヤーピースでしょうか？ちょっと違ったらごめんなさい。なんかね、スリットが入ってるやつがあるんだよね。それだと、そのスリットが入ってるから部分的に音が抜けてくみたいなイメージいいのかな。完全に塞がれてないから、低気とかそういうところがあまりにも強くなりすぎなくて、その音が聞き取りやすいっていう印象を個人的には受けています。その要素がないところで、なんとなく不安を感じているのかも。これはだから VR3000 も同じ感じで、もう完全に密閉した状態で、なんかね、俺はすごい不安なんだよね。もともとは好きですごい使ってて役立ってたんだけど、その後、クリアにはっきり聞こえる系のもの。その音質は良くなくてもいいからみたいな言い方もしたりしたけど、そこと通ずる部分でもあるんだけど、そこプラスで音が抜けるタイプのものだと、より、なんかな、変な不安を感じない。この今、完全シャットアウトされて、例えばさ、ノイキャンとかあるじゃん。ノイキャンの状態で音が聞こえないってあの状態はゲームで考えたらさ、不安じゃん。ごくごく普通に考えてもらって。なんか細かいこと気にせず、耳が聞こえないわけだから、音がシャットアウトされてるから、音聞こえなくて大丈夫なのっていう不安がつきまとうわけ。どっちかというと、今特に DAC 使って、このイヤホンだとそれを感じています。
途中でも言ったかもしれないけど、その荒探しに当たるような、なんか上質に聞かせるために余計な音をシャットアウトしちゃってるみたいな言い方もしたと思うけど、それプラスこの密閉感っていうところから、そのね、音が聞こえないことに対する不安。で、対してその荒削りなものとか、シャープなものとか、その音が外に抜けるタイプのものだと、その余計な音も全部聞こえるわけよ。その分、外の音が入ってくるとかいろんな要素があって、いい感じには聞こえないかもしれないけど、そっちの方が耳で、音で一瞬でも早く気づいた方が勝ちっていうようなゲームとかだと、まあそこはね、俺は重要視すべきだし、好みってとこがでかいとは思うんだけど、そういう意味では、まあやっぱり没入感とか臨場感とか、そっちの方を重視して使うイヤホンじゃないかなって思うけど、ただ両立はできます。そっちのさ、迫力ばっかとかで、本当に FPS には向かわないイヤホンってのもあると思うんだけど、そんなことはない。迫力とか、その臨場感とかを感じつつも、攻撃とかもちゃんと聞こえはするので。はい、今見てもらってる通り、EQ、イコライザーが、専用のやつが使えるっぽいです。で、今はこれ Web ブラウザ版でログインして、ここでいろいろ他の例えば POPs とか、今右側とか、ロックとか、デフォルトで用意されているもの、ボーカルフラットとか、いろいろ切り替えて使えるようになっています。で、この後開封から音を聞いたものはすべてもうこのフラットのまま何もいじらずに聞いた感想になります。で、ゲーミングイヤホンってとこなんだけど、まあ、このゲームには全然向かないとか、これだったら他のイヤホン使うわとか、そういう話も、まあ、率直に言っています。このフラットのまま使っているっていうのは、他のイヤホンに関しても全て統一的にフラットにしているので、一切 EQ はかけないっていうのを前提として、その上で言っているので、そこは EQ をかければ、それは変化して最適化できるのはもちろんなんだけど、そういうことではなく、よりよく聞くためとかそういうことよりは、もう、まあ、箱から出してそのまま使ってどうかっていう、もうそういう統一的にやってきてしまったっていうところなんだけど、まあ、ちょっと今回これいじって感想変わりました。というのも、まあ EQ 各種かければさ、当たり前だけど、そこに特化できるじゃん。で、音楽に関してそんなに試そうとは思っていないんだけど、FPS だとかゲーム系に関しては本当にね、いや、これゲームというか FPS には向かないでしょっていう感想を結構言っています、率直に。で、対してこの EQ っていうところで、じゃあ実際に、まあこれで変わるのは、明らかに変わるのは分かりきっているんだけど、今テストとして1個作ってるんだけど、まあこれいつもの好みにしてて、結構全部持ち上げてあるんだけど、そう。で、チラッとゲームを起動しただけ、もうその音、実際にプレイしなくても、あ、これは変わるわっていうのは、もうものすごい実感できたので、ここから何タイトルか EQ、足音の帯域に合わせるとか、まあ、完璧にアジャストするとかってのは難しいけど、聞こえやすくなる、ならないとか、まあ、なるに決まってるんだけど、一応そのあたりをテスト的にやっていこうと思います。はい、さっきの波形で、ちょっとアリーナブレイクアウトプレイしてみようと思います。ちょっとこれで、EQ をフラットに変えてみます。ちょっとじゃあ、一個、ここから、これを元に新しい EQ を作ってみます。作るときはこんな感じになります。これ追加して、これの EQ を全体的に上げたものを作ってみよう。ボリュームだけ。セーブ、上書き。はい、これで揃えました。ここに対してこっちのテスト俺が作ったやつ切り替えます。まあ、全然やっぱ聞こえ方は違います。当たり前だけど。こっちの方がスッキリしているけど、ただ、ちょっと待って。定期とかもっと下げてみよう。これだとね、銃声がめっちゃクリアに聞こえる。迫力とか厚みは全くないけど、つまり、こんな感じでゲームタイトルごとに最適化して作っていけば、ここを切り替えれば、Apex だったらこれ、Fortnite だったらこれ、みたいなことができちゃうっていう話。もう一回戻します。こっちの方がやっぱ攻撃とか尖ってる分、聞きたい音が明確で、余計な音は抑えてるみたいな。まあ余計な音って人によって判断違うかもしれないけど、まあやっぱり、厚みとか、そのこもって聞こえるような要素の定域を絞った方が個人的にはいいかなとは思っているので、まあここは好みに合わせて。人によって耳の聞こえ方、耳の構造聞こえ方はもちろん違うだろうし、好みもあるだろうからあれだけど。ちょっとこれで歩いてみようと思います。まあこうやって比較しちゃうとやっぱ音質劣化したなっていうか定期がなさすぎてとはなっちゃうんだけど、でもそもそも俺が求めている FPS においてって言って特にアリブレとかって言ってるのはこういう音だと思います。結構ね、もうその、鋭いシャキシャキした音以外が聞こえない。微調整は必要かな。まあ、スッキリはしています、本当に。銃声とかだけ際立って聞こえる。グレとかの爆風とかに関しても、このイヤホンでも低域結構厚めなので、その音にかき消されて足音が判別しづらくなってしまうっていうこと起きると思うんだけど、そういう観点から考えると、爆風とかそういう音にはかき消されずに、聞きやすくどちらかと言ったらなっているんじゃないかなと思います。さっきの EQ だったら。ちょっと極端な気がするけど、でもな、って言ってるけど、もともと俺が求めているのはそれのはずなので、
めっちゃ刺さる感じがすごい。もうちょっと広域を絞るか。この距離感当たらんか。まあいいや。ちょっと近づいてみよう。足音判別も含めて。フラット全部上げたやつ。まあこれだとね、もうこうした時点でね、もう耳が詰まったような感じ。ちょっとじゃあ、テスト。もともと自分の好み。普段の音聞くとき用の。低域もちょっと残してあるやつ。まあこれも、このゲーム用にと思って作ったやつと比較しちゃうと、やっぱ耳が詰まってるような感じは受けちゃいます。これにすると本当にスッキリした感じ。まあ、良し悪しはもちろん当然あるとは思うので、その分聞こえなくなってる音っていうのは当然存在するから。ただまあ、足音とか草むらのカサカサとか、こういうの開けた時の音とかっていうのは、まあそんな低域側っていうものはあんまないと思うので、まあ明らかにスッキリ聞こえやすくなっています。まあとりあえずやったやつなので、もっといい感じに調整はもちろんできると思うので、このあたりはまあ各自調整をしてもらってっていう感じになるとは思うけど、まあやっぱその基本的にレビューはさ、フラットでしてるっていう話はしたと思うけど、それ基準で考えると、AQ いじっちゃったらいつも他のイヤホンとの比較のあれになんないじゃんって話であるんだけど、まあ一応フラットで触った感想ははっきり言った部分も残すつもりなので、で、なんかね、いつも言ってんのとの違いは、このイヤホンは本体自体で EQ の調整ができるってことになると思うので、で、保存したものが他のデバイスに移った時もそのまま維持される。で、本体側の機能って考えてもらうのがいいのかなって、そういうくくりで今回は、まあ EQ もやりました。まあ、つまり、EQ の機能が使えないイヤホンはもうそれまでで、それがデメリットになるじゃん。このイヤホンと比較した場合。で、例えばパソコンレベルで EQ をいじることはできるんだけど、そこはやってないわけで、今回。そう。だから、そこをいじるんだったら、それは全部のイヤホンでできちゃうからって話でフラット比較にして、その上で、これはもう特色としてこの機能が使えますよっていうところ。まあ、つまり、例えばワイヤレスイヤホンでさ、たまに EQ いじれないものとかもあったりするじゃん。そこに対して、まあ EQ はだいたいワイヤレスイヤホンだったらいじってはいるので最低限。まあ EQ いじんないと微妙だよねって俺の考え方があるからなんだけど、まあその感覚で考えてもらう感じで、まあ、フラットベースとして、その上で EQ いじったらこんな感じっていうのも一応今回のは、まあ値段もね、高いやつだし、そのポテンシャル自体がそもそも高いと思うので、そもそもの性能自体が。だからそこに対していじってみてどうかっていうとこの判断材料に少しでもなればというところで記録でした。はい、続いて Apex やります。はい、まず最初は全部フラットでボリューム全体に上げたやつに今しています。やっぱり足音が結構こもって、これでアリーナブレイクアウトのやつにしています、一旦。このやつ。これにした時点で、まあアリーナブレイクアウトの時に話したのは、まあ足音なんかに関してもはっきり聞き取りやすいです。余計な、例えばグレとか低域の音とかあんま耳を塞がれてる感がなくなります。まあ、Apex とかにアジャストさせた方がいいとは思うので、このあたりは好みで変更をかけて新規で Apex として保存するのがいいんじゃないかなと思います。